それ自爆行為です。住宅ローン控除構成の請求を進めるコンサルの嘘を暴く。1、コンサルの主張。一部のコンサルタントは住宅ローン控除を最大化させるためのテクニックとして以下のような手法を推奨しています。まず、住宅ローン控除が適用される初年度において本来計上すべき開業費などの経費をあえて一切記載せずに確定申告を行います。これにより帳簿上の所得利益を意図的に高く作り上げ、支払う所得税額を増やすことでローン控除枠を上限まで使い切ります。その上で数年が経過した後に公正の請求過去の申告内容の訂正を行い、当時隠していた経費を改めて計上し直します。計算を間違えて税金を多く払いすぎていたという形にすることで過去に納めた税金のキャッシュバック還付を狙うというものです。もちろんコンサル料も請求されます。2、問題点の指摘。この手法には税務の仕組み上見過ごせない致命的な欠陥があります。最大の誤解は所得税が戻ってもすでに受けたローン控除はそのまま維持されると考えている点にあります。住宅ローン控除はあくまでその年に実際に発生した所得税を上限として差し引かれる制度です。公正の請求によって経費を後出しし所得を低く修正してしまえば当然ながら本来納めるべきだった所得税も減少します。その結果連動して住宅ローン控除の適用上限額も引き下げられることになります。つまり公正の請求で税金が戻ってくるのではなく、すでに還付されていたローン控除分について受け取りすぎとみなされ返還を求められるだけの結果に終わります。3、コンサルの反論。これに対し前述のコンサルタント側は以下のような再反論を展開することがあります。所得税で引ききれなくなったとしても住民税からの控除があるから損はしない。また事業が不安定な個人事業主にとっては将来の不確実な節税よりも公正の請求を使って今すぐ手元に現金を戻すキャッシュフローの改善こそが経営上の正義である。多少の事務的な手間や税務署からのチェックを恐れて受け取れるはずの還付金を見逃すべきではないという主張です。4、論破。しかしこの反論は2つの理由から完全に論破されます。第一に住民税からのローン控除には最高 9.75 万円という非常に低い天井が設定されています。多額の経費を後出しして所得を下げればこの上限はすぐに突破され結局は控除枠を使い切れずに捨てることになります。第二に個人事業主の最強の武器である開業費はそもそも公正の請求など使わずとも好きな年に経費化できる任意償却が認められています。本当の戦略家はローン控除期間中はあえて開業費を1円も使わず控除という国の予算で税金をゼロにします。そしてローン控除が終了して自分の財布から税金を払わなければならない14年目以降に温存していた開業費という弾丸を放つのです。目先の現金を追いかけて制度を無理に歪めるよりも経費を使うタイミングを10年単位でコントロールする方がトータルの手残りは圧倒的に多くなります。5、背景。なぜコンサルはこのような手法を考案したのか。このようなリスクが高く効果の薄い方法が推奨される背景には2つの要因があります。1つ目は税制の断片的な理解です。経費を増やせば税金が戻るという公正の請求の仕組みと所得税額によって還付額が決まる住宅ローン控除の仕組みを個別にしか理解していないことが原因です。両者が連動しているという実務上の視点が欠落しているため計算上のマジックが可能であると思い込んでしまうのです。2つ目は目先の成果を強調するインセンティブです。コンサルタントにとって将来の節税のために今は何もしないという正しい助言は自らの報酬の根拠にしにくいものです。あえて複雑でトリッキーな公正の請求という手続きを介在させることであたかも特別な技術を提供しているかのように演出し顧客の期待を煽っている側面も否定できません。6、対策。怪しいスキームを提示された時の有効な質問。不適切なアドバイスを撃退し自分の身を守るために有効な質問を3つ紹介します。撃退用論理の矛盾を突く質問。
経費を後出しして所得を下げた場合、連動して住宅ローン控除の還付額も減るはずですが、その減少分を差し引いても現金は増えるのですか。この質問で相手が所得税と控除の連動性を理解しているか、あるいは無視しているかが一瞬で判明します。ここで言葉を濁すようであれば、そのスキームは破綻しています。状況把握用リスクの所在を確認する質問。公正の請求を行う際、当初の申告で経費を意図的に除外していたことについて、税務署にはどのような合理的理由を説明する想定ですか。わざと間違えたという不自然な申告は、税務調査を誘発する最大の引き金になります。具体的な言い訳までセットで提案できないコンサルは、顧客をリスクにさらしているだけと言えます。判断用比較検討を促す質問。その方法で今すぐ還付を受ける場合と、開業費を任意償却で温存して10年後に使う場合、生涯トータルの手残り額はどちらが多いですか。今だけでなく将来の視点を出させることで、相手があなたの長期的な利益を考えているか、目先の自分の手柄だけを考えているかが浮き彫りになります。7、相談専門家に判断を仰ぐ際の伝え方。信頼できる税理士などの専門家にセカンドオピニオンを求める際は、上記録の質問に対するコンサルの回答をそのまま伝えてください。専門家への伝え方の例。住宅ローン控除のために初年度の経費を隠し、後で公正の請求をするスキームを提案されました。私が控除額も減るのではと聞いたら、相手はという理由で大丈夫だと言っています。このロジックは税務上通用するものでしょうか。このようにどのようなロジックを提示されたかを正確に伝えることで、専門家は即座にその手法の違法性や非合理性を判断できます。専門家はあなたが自分で調べ疑問を持っていることを知ることで、より深くあなたの将来のキャッシュフローを守るための具体的なプラン、開業費の温存時期のシミュレーションなどを提示しやすくなります。8、応用あらゆる怪しい提案を見抜く3つのコツ。今回学んだ質問と相談のプロセスは、他のスキーム例、不自然な節税商品、実体のない助成金、小売回りの投資にも共通して使えます。判断を誤らないためのコツを整理します。連動性と時間軸を常に意識する。今回の失敗の本質は、所得を下げれば控除も下がるという連動性を見落としたことにありました。コツ、メリットを得ることで別の場所で失うものでメリットはないかを必ずセットで確認してください。経費が増えるメリット、銀行の格付けが下がり将来の融資が受けられなくなるデメリットなど、合理的理由を自分に言わせてみる。もし税務署や役所からなぜこのような処理をしたのですかと問われた際、自分の言葉で納得感のある説明ができない提案は全てリスクです。コツコンサルの受け売りではなく、自分が第三者に対して経営上の判断としてこうしましたと堂々と言えるかどうかを基準にしてください。言葉に詰まるようなスキームはあなたの名前で責任を取らされる危険な橋です。比較対象を強制的に設定する怪しい提案は、常にその手法のメリットだけをクローズアップします。コツそれをしなかった場合、現状維持。八王道の手法、今回なら任意償却の温存と比較した数値を必ず要求してください。比較対象を突きつけることで、コンサルが隠していた手数料や将来の損失が浮き彫りになります。専門家を答え合わせの場として使う。専門家税理士や弁護士に相談する際、どうすればいいですかと丸投げするのではなく、A という提案を受けたが B というリスクが心配だと具体的にぶつけることが重要です。コツ、今回のように一度自分で論議の矛盾構成の請求と控除の連動などを整理してから相談することで、専門家はより精度の高い答え合わせをしてくれます。これが最速で正しい判断にたどり着くためのコツです。薄利リテラシーが最大の節税になる。公正の請求という言葉の響きに惑わされず、その裏にある数字の仕組みを見抜く。この姿勢こそが怪しいコンサルを遠ざけ、長期的な利益を守る唯一の方法です。簡単に稼げる後から戻ってくるといった魔法のような言葉に出会った時こそ、今回まとめた質問相談比較のステップを思い出してください。いかがでしたか？
この動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いいたします。